皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画はネット上でも騒がれている金融危機について触れてみたいと思います。人類は過去に幾度となく金融危機を経験し、その都度庶民は経済危機に巻き込まれ悲惨な人生を送ってきました。しかし金融危機にはある共通したパターンがあるということで、1929年9月に起きた世界恐慌と2007年9月に起きた世界金融危機が勃発したパターンを確認しながら、今密かに臨界点を迎えているのではないかと言われている世界経済の先行きを考察してみたいと思います。専門家の中でも今後金融危機が起きるという人もいれば、起きないと言っている人もいますし、しまいにはアメリカの銀行危機など起きていないという話まであり、金融についてあまり詳しくない私たちは混乱してしまいますよね。確かに今年の3月に入ってアメリカの銀行が2行破綻したというニュースがあって騒然としましたが、その後アメリカ政府は公的資金を注入して火消しを行い預金者の財産を守ることをしましたので、これで金融危機は過ぎ去ったのかと思っている方も多いのではないでしょうか。この動画を最後まで見ることで、1、過去に起きた金融危機のパターンを知る。2、今起きている状況をまとめる。3、私たちはどんな準備をしたらよいかについて知ることができると思います。テレビ、新聞などで専門家が様々な意見を言っているのを聞きますが、大事なのはその方がどのようなポジションで物を言っているのかを見極めることが大切だと思います。極端なことを言えば岸田首相が国民に向かって間もなく金融危機が起きますから、銀行からできるだけ早く預金を引き出しておいてくださいとは 100% 言いません。そんなこと言ったらあっという間に銀行から自分の預金を引き出す方が殺到し、瞬殺で銀行が吹き飛びます。よって私たちは一つ一つバラバラに起きている事象から世の中はどのような方向に向かって進んでいるのかを見極める必要があると思います。歴史を紐解くことでわかることは、金融危機の原因を作った当事者、業界が被害を被るのは自業自得だとしても、全く関係のない庶民まで被害を受けているということです。失業は当然起きることとして、それによって食料を手に入れられず餓死する人、季節によっては凍え死ぬ人もいたわけです。この動画を作成する上で私の考えは、金融危機が起きる時期は間もなくと考えており、一気に物不足、食料不足になると考えています。おそらく情報を持っている人は間違いなく準備を整えており、何も危機感なくいつも通りのほほんと暮らしている者だけが生きるか死ぬかの瀬戸際に立たされることになると思います。ぜひこの動画を最後まで見ていただき、各自で考察してみてほしいと思いますし、この動画が視聴者の皆様の考察にお役に立てればと思います。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて、今世界は混沌とした時代に突入しています。それはただの混乱ではなく、人類史上最悪の状況に向かいつつあると思います。私たち庶民にとってはどのジャンルの危機が訪れても大変なことになるのに、同時多発的に起きる可能性があるということが恐ろしいと思います。そんな中、楽観的にいられる人はすごいと思います。ただ私のスタンスとしては、悲観的になっているわけではなく、どんな試練が起きてもやれることはやっておこうという考え方です。大きな視野で言えば、世界は良い方向に向かっていると思っており、その途中経過である今現在が大変だという認識です。生きてさえいればきっと良いことが待っているということは歴史が証明しています。そして幾度となく繰り返されている試練の中には淘汰されてしまう人も間違いなくいました。それらはどのような人だったのかということも考える必要があるのではないかと思います。本題に入りますが、歴史は繰り返されるとはよく言ったもので、人類は同じ失敗を繰り返す生き物なのでしょう。そこで1929年9月4日に起きた世界恐慌と2007年9月に起きた世界金融危機について共通項を見ていこうと思います。まず世界恐慌は1929年9月4日にアメリカで株の大暴落によって勃発し、暗黒の木曜日という株の大暴落が10月24日に起きています。その後大きな展開時期は1930年9月に訪れ、それ以降世界恐慌へと発展していきました。そこから世界恐慌に至る経緯は国によってタイムラグがあり、収束は多くの国が第二次世界大戦終了まで続いたといいますから、発端から見ると実に16年ほども悪影響が続いていたようです。ちなみに日本は
その間昭和恐慌というものが起きていましたが、比較的早く立ち直っていたようです。そして2007年9月に表面化したサブプライムローン問題は不動産バブルが弾けることで始まり、2008年9月15日に投資銀行であるリーマンブラザーズホールディングスが破綻したことにより、金融危機へとその規模を大きくしていきました。これがリーマンショックと言われるもので、約64兆円とも言われる莫大な負債で破綻したということです。ここで重大なことだと思われるのは、サブプライムローン問題が顕在化した後から世界中に悪影響が及ぶまでに1年というタイムラグがあることだと思います。本格的な大惨事になる前には楽観視する人もいたわけです。それは今の状況と似ているのかもしれません。ちなみにサブプライムローン問題という言葉はよく耳にしますが、どんなことかということを簡単に説明します。まず、アメリカの住宅市場で起きたサブプライムローンとは、通常なら所得の低さや負債の多さなどによって信用力が低く、融資を受けにくい個人に対して融資を行ったローンのことです。業界全体が利益優先で、所得の低い人に過剰に貸し付けを行った結果、案の定支払い困難者が続出して資金回収ができなくなってしまったということで起きたのでした。この過剰な貸し付けの背景に何があったかというと、それは住宅価格は上がり続けるという住宅神話があったとされています。ここで最近の報道で気になっていることがあります。それは都内のマンション価格が上昇しているという件です。なんと首都圏のマンション価格が1億円以上になっており、購入した方のインタビューでは資産価値が上がりそうだから購入を決めたと言っていました。なんと平均価格がバブル期を超えたというではありませんか。一般庶民が水道光熱費の高騰で苦しんでいる最中になんとも浮世離れした話です。このような情報から日本も間違いなく不動産バブルが進んでいるなと感じますし、今回の動画を作成するにあたって改めて過去の金融危機に至った経緯を知ることで背筋が凍る思いがしました。話を戻しますと、サブプライムローン問題は支払い能力のない者に過剰な融資をしたわけですから、当然のように住宅バブルは崩壊することになります。この問題が世界を巻き込むことになったのは、この問題だらけのサブプライムローンを証券化して世界中の投資家に売りさばいたことにあります。アメリカでは住宅ローンを貸し付けた金融機関は貸し倒れリスクを回避するために住宅モーゲージ担保証券 RMBS を発行し、 RMBS は投資家に販売されたわけですが、今こうしてわかるのはやっぱりババ抜きをしていたということになるでしょう。 RMBS とかいう小難しい名称をつけていますが、結局何をしていたかというと、リスクの高い案件をそうでもない案件とごったににしてわけわからなくして、禁欲にまみれた人たちにつかませただけのことです。最初はサブプライムローン大手のニューセンチュリー銀行が破綻。その後フランス銀行最大手の BNP パリバがファンドの凍結を発表。そしてアメリカの大手投資銀行グループであるリーマンブラザーズは負債約64兆円という歴史上稀に見る規模の負債で倒産してしまったのでした。日本での影響はどうであったかというと、アメリカ市場での日本製品の需要が大幅に減少し、例えばトヨタ自動車はアメリカに多くの自動車を販売しており、リーマンショックの影響で自動車ローンを組みにくくなり、アメリカでの販売台数が一気に減少したことで売り上げが大幅に減ってしまい、60年ぶりの営業赤字を計上しました。この時にリーマンショックによって業績が悪化した自動車産業や電機メーカーなどが派遣契約を打ち切ったことで問題となったのが派遣切りというものです。当時はいきなりの失業によって生活困窮者が多数出ました。また輸入大国である日本の企業は原料のほとんどを輸入に頼っており、資源価格が高騰したことでコストが増加した結果、日本企業の経営は圧迫されていきます。そうなるとコスト増しによって商品・サービスの値上げが引き起こされ、日本国内での需要も落ち込むという悪循環に陥っていました。こういった状況を受けて日本の実質 GDP 成長率は2008年から2年連続でマイナスとなり、企業の倒産件数も増加しましたし、それによって当時の内定取り消しは2000人以上にも上ったとされています。このように過去に起きた金融危機の経緯を見ていくと、現在と重なることに気がつきませんでしょうか。金融危機というものはそういうものだというツッコミがあるかもしれませんが、だとしたら流行り病が収束したように見え、一見平和に見えるようなこの時期は嵐の前の静けさなのかという考え方はできないでしょうか。今外国人観光客が増え、景気は戻りつつあるという報道もありますが、非常に懐疑的に見てしまいます。先ほども述べたように不動産価格の高騰も報道されており、今また庶民がなんちゃって好景気に踊らされ、
馬場を引くことになるのではないかと心配になります。考えすぎでしょうか。今現在起きていることに目を向けてみると、アメリカでは中堅クラスの銀行が3行破綻しました。そしてヨーロッパではクレクレスミスが実質破綻したことはつい先日の出来事です。前々から破綻の噂が絶えないそいつ銀行。そして全ての数字が嘘であると言われている隣の国では、恒大集団が抱える負債額というのは誰も知る由もありませんが、兆超え、K という単位まであるのではないかと言われているほどであり、そこまでいかなくても、もし恒大集団の破綻倒産が決定的となったら、その影響はとんでもない規模となると言われています。リーマンショックから世界が立ち直れた要因の一つに、隣の国の大規模インフラ投資があったとされていますが、実は何が行われていたかというと、隣の国ならではの後先考えない過剰な投資があり、金融においての禁じ手も多数行われていたということが、ここ最近の問題発覚で分かってきたことです。それが今超特大ブーメランとなって世界を大混乱に陥れるかもしれません。なんといってもリーマンショックの回復に貢献した投資とは、個人の利権まみれで成り立っていた好景気だからです。一方でウトロの戦争は終わるどころか長引く様相を呈してきていますし、アメリカの軍隊も密かに戦場近くまで派遣されていることも暴露されてしまっています。つまり戦火は広がっているのです。中東情勢もかなりきな臭いことになっていますし、イランは戦争モードに入っていると聞きます。アフリカでも混乱が始まっていますし、台湾有事も緊張がどんどん高まっています。食料について見ると、前の動画でも触れましたが、世界同時多発的に食料関係工場が火災、爆発が連続しています。そしてアメリカにおいては、鉄道会社が肥料の積み荷を運ぶことを断っているといいます。このことによって今年の春に作付けできない農家が大量に発生しているのだとか。だとすると作物輸出国のアメリカは不作というか、収穫するものがないということになるわけで、これだけでもとんでもないインパクトを世界に与えると思います。オランダでは地球温暖化対策で畜産業を減らす政策にシフトしていますし、日本においても自給率を上げるどころか下げる政策を着々と進めており、米作農家や畜産業者の廃業が進んでいます。一体世界では何が起きているのでしょうか。日本国内においては水道光熱費の高騰と物価高によって住宅ローンの滞納、水道光熱費の滞納者が増えているといいます。つまり生活困窮者が増えているという現状があります。さらには2024年問題として、日本の経済を支える物流業界において、働き方改革という、働きたくても働けないという害悪でしかないと思われる政策もスタートしますので、物流が滞る、つまり経済には悪影響が起きることは必至です。この国民に降りかかる痛みは何を生み出すためのものなのでしょうか。このようにあらゆるセクターにおいて混乱に向かうしかないことが起きているように感じませんでしょうか。この状況において何も起きないと考える方が難しいと思います。以上のことから今後間もなく高い確率で金融危機は勃発することになると思います。また人類は同じ失敗を繰り返すことになりますが、今回危惧される金融危機はリーマンショックの規模をはるかに超えた規模の金融危機が起きることになるという専門家もいます。資産をお持ちの方はどのように資産を守るかというところに苦慮すると思いますが、本当に難しい対応を迫られることになるでしょう。どんな形で今の世の中のシステムがひっくり返るか分かりませんが、生き延びるということにフォーカスすると食料備蓄をすることにつきます。世界同時にとんでもない金融危機が起きた時には、あらゆる物資の生産が止まることは間違いありません。特に日本においては全てのものを輸入に頼っているわけですから、食料危機は免れません。日本は自然災害とはいつも向き合ってきたわけですが、それでも食料備蓄をしないという判断をしている人もいます。私の感覚からするとありえないことですが、こればかりは価値観の違いというのか何も考えていないというのか分かりませんが、議論をしても平行線をたどることになり非生産的だと思います。いかがだったでしょうか。2017年2月11日に公開されたサバイバルファミリーという映画がありましたが、非常に参考になるシーンがありました。被災した人たちが食べ物や水を手に入れるために物々交換をしていたシーンで、ある男性が高級腕時計を差し出し米が欲しいと言ったところ、おばあさんがそんなもの何の役にも立たん、何か食べ物は持ってないのかと怒鳴っていました。そのような状況では、札束を持っていてもダイヤやゴールドを持っていても何の役にも立たないというものです。今後高い確率で起きると予想されている大混乱に対しては、一番価値があるものは食料や水になるかもしれません。
人類はお金というものに振り回されすぎてきたということのしっぺ返しを受けるのでしょうか。歴史的事実を考えると、今を生きる私たちが歩んでいる道は残念ながらお札が紙切れになってしまう方向だと思われます。生きていればきっと良いことがあります。生き延びるためには食料備蓄、生活必需品の備蓄が必要です。今後少しでも金融不安が騒がれるようになると、パニックになって買い占め騒動が間違いなく起きます。そうならないように早めの備蓄をお勧めします。ゴールドより食料の方が価値が出る日も近いのかもしれません。もちろん大混乱が過ぎ去った後にはゴールドなどの資産を持っていると良いことは間違いありません。そして今この瞬間の食料備蓄を考えることも必要ですが、同時進行で今年の冬に備えてどのように暖を取るかも考える必要があり、何かと忙しいですが今から考えなくてはいけません。共にこれから来るであろう試練を乗り越えて生き延びていきましょう。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。